皆さんこんにちは、アンニです。今日はゴールデンウィーク明けの今日、日本の AI 国策が一斉に動き始めた木曜日のニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。今日は2026年5月7日木曜日です。実はこの一日に日本の AI をめぐる大きなニュースがまるで申し合わせたかのように4つも重なりました。デジタル庁が国産 AI を10万人の公務員に解禁、日経クロステックがスーパーコンピューター富岳ネクストの連載を開始、個人情報保護法の改正案が今月中の成立見込みとなり、さらに中小企業向けの補助金は来週月曜の締め切りを控えています。なぜ今日だったのか、それはゴールデンウィーク明けという観光庁も企業も一斉に動き出すタイミングだったからです。今日はこの日本 AI 国策ラッシュの中身を一つずつ整理してお届けします。それではまず、なぜ今日が日本の AI にとって特別な一日になったのか、その全体像から見ていきましょう。ゴールデンウィークの大型連休が明けた今朝、霞が関では同時多発的に動きがありました。デジタル庁は国産生成 AI を使える職員を一気に10万人へと拡大。日経クロステックは富岳の次世代機の特集連載を開始。経済産業省は AI の責任を整理した手引きを発表済み。個人情報保護委員会は法改正の最終調整に入りました。これは偶然ではありません。連休前から各省庁が準備を進め、連休明けの今日に合わせて発表をぶつけてきた、いわば政府総出の AI 強化週間なのです。背景にあるのは、アメリカと中国が AI 開発で競争を激化させる中で、日本も独自の体制を整えなければ取り残されてしまうという強い危機感です。経済産業省の2026年度予算は3.07兆円、そのうち1.24兆円が半導体と AI に、さらに3873億円がフィジカル AI と呼ばれるロボットや工場への応用に充てられています。お金の流れを見ても本気度が伝わってきますね。視聴者の皆さんもニュースのタイトルだけでは結局自分に関係あるのと感じるかもしれません。でも後半でお話しする補助金や個人情報の話は、中小企業の経営者さんやフリーランスの方、さらには一般の利用者の方にも直接関わってきます。最後までぜひお付き合いください。続いて2つ目のセクションです。今日の目玉の一つが、デジタル庁が運営する国産生成 AI 基盤源内が今日5月7日から10万人の公務員に解禁されたというニュースです。源内というのは、デジタル庁が国産 AI モデルを集めて霞が関の役所や地方自治体の職員が安全に使える環境を整えたサービスのことです。これまでは試験運用で数千人規模でしたが、今日から一気に10万人規模に広がり、今年度中には18万人体制での大規模実証を目指しています。何が画期的かというと、海外製の AI に頼らず、日本企業が開発したモデルを横並びで使えるという点です。今年3月の段階で7つの国産モデルが選定されました。NTT データのつづみ2、KDDI グループのエライザ、PFN のプラモ2.0プライム、NEC のことみ V3、ソフトバンクのサラシナ2ミニなど、日本の名だたる AI 企業が顔を揃えました。さらにこれらの一部は MIT ライセンスという商用利用も改変も自由にできる寛容なライセンスで提供されます。つまり霞が関で実証された結果が地方自治体や民間企業にも波及していく仕組みなのです。住民票の発行業務の効率化、議会答弁の下書き作成、自治体ホームページの多言語対応など、応用先は無限にあります。日本の AI エコシステムにとって今日は文字通り離陸の日と言っていいでしょう。3つ目のセクションはスーパーコンピューターのお話です。日経クロステックが今日5月7日と明日5月8日にかけて4部構成の連載富岳ネクスト日本のスパコンの逆襲を掲載しています。皆さんは
富岳という名前を聞いたことがありますか？理化学研究所と富士通が開発したかつて世界一の計算速度を誇った日本のスーパーコンピューターです。その後継機が富岳ネクストで、目標性能はなんと50エクサフロップス。エクサフロップスという単位で、現在の富岳の約100倍の計算能力です。1秒間に5境界の計算ができると言ってもピンとこないかもしれませんが、要するに桁違いに速いということです。注目すべきは単に速さを追うのではなく、使われる計算機を目指している点です。これまでのスパコンは研究者が大規模シミュレーションをするためのものでした。しかし富岳ネクストは AI の学習や推論に最適化され、企業や大学が日常的に使えるクラウドのような形で開放される計画です。ハードウェアは富士通と NVIDIA が共同で設計するコデザイン方式で、両社の強みを掛け合わせます。そして半導体は日本のラピダスが量産を目指す 1.4 ナノメートル世代と連動する見込みです。運用開始は2030のあと4年ですが、世界一を奪還し、日本が AI 計算基盤で再び存在感を示す、まさに国家プロジェクトです。これが完成すれば、日本企業は海外のクラウドに頼らずに大規模 AI 開発ができるようになり、経済安全保障の観点でも非常に重要な意味を持ちます。4つ目のセクションでは、AI のルール作りのお話です。今月、日本の AI 開発と利用に関わる法律が大きく動こうとしています。まず、個人情報保護法の改正案が5月から6月にかけて国会で成立する見込みとなりました。今年1月9日、個人情報保護委員会、いわゆる個情報を所管する委員会が改正の方針を公表していました。今回の改正のポイントは4つあります。1つ目、AI 開発などで個人情報を統計情報として作るためだけに使う場合は、本人の同意が不要となります。これは日本の AI 企業がデータ学習を進めやすくなる大きな前進です。2つ目、違反した事業者には課徴金、つまり金銭的なペナルティの制度が新たに導入されます。3つ目、16歳未満の子どもの個人情報の保護が強化されます。4つ目、業務を委託した先の事業者に対する規律も強化されます。一言でまとめると、AI 開発はやりやすくしつつ、悪用には厳しくするという方向性です。さらに、経済産業省は4月9日に AI 利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き第 1.0 番を公表しています。これは AI を使ったサービスで何か問題が起きた時、誰がどう責任を取るのかを整理した文書です。手引きでは AI の使い方を補助支援型、依拠代替型の2種類に分類しました。前者は人間が最終判断する場合、後者は AI に判断を任せる場合です。例えばお医者さんが AI の診断補助を参考にする場合は前者、自動運転で車が判断する場合は後者というイメージです。それぞれで責任の重さや負い方が変わるという考え方が示されました。これから AI サービスを提供する企業や業務で AI を使う方にとって必ず押さえておきたい重要文書です。最後の5つ目のセクションは、皆さんに直接関わるアクションのお話です。まず、デジタル化 AI 導入補助金2026の第1回が5月12日17時、つまり来週火曜日の夕方が締め切りです。この補助金は中小企業や小規模事業者の労働生産性を上げるためのもので、 AI ツールやデジタルツールの導入費用を国が補助してくれます。経営者の方や事業をされている方はぜひ間に合わせてください。経産省全体の予算規模も先ほどお伝えしましたが、 3.07 兆円の中の 1.24 兆円が半導体 AI、 さらに3873億円がフィジカル AI、 つまりロボットや工場のスマート化に振り分けられています。次に企業の動きとしてマネーフォワードがコワークを今年7月から提供開始すると発表しました。
確定申告の作業がこれまで6日かかっていたものが3時間に短縮されるとのことです。また横浜銀行はモビボイスという AI システムで月に1600件もの証明書発行を自動化、応対時間を5割削減したと公表しています。研究分野では理化学研究所、いわゆる理研が144量子ビットの量子コンピューター A2 をカウチツシールを3月26日からクラウドで提供開始しました。富士通トリケンは2026年度中に1000量子ビット稼働を目標にしており、補正予算は1004億円、前年の2倍規模です。さらにトヨタ系のウーブンが開発した AI ビジョンエンジン Wave は動画理解の世界的な評価指標 MV ベンチで 73.81% という世界最高スコアを4月22日に発表。現在ウーブンシティで100人の住民実験中です。今日の内容をまとめます。2026年5月7日ゴールデンウィーク明けの今日をデジタル庁の国産 AI 源内が10万人解禁、富岳ネクストで世界一奪還を狙う連載開始、個人情報保護法改正で AI 学習がしやすく、中小企業向け補助金は来週12日締め切り、企業や研究機関も次々と成果を発表しました。日本の AI はもはやこれから始める段階ではなく、社会のあらゆる場所で実装が進む段階に入ったと言っていいでしょう。皆さんもご自身の仕事や生活の中で AI をどう活かせるか、ぜひ一度考えてみてください。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。